月刊アスカ7月号付録シチュエーションボイス CD 今日から魔のつく自由業ウェラー卿コンラートのナイナイ。こんばんは。寝ているかな。あ、起きてましたか。よかった。いや、もう随分と夜も更けてしまったし、お目付け役の立場としては、明日のためにも早く眠ってもらわないと困るんですけどね。でも、俺のごく個人的な気持ちとしては、起きていてくださって嬉しいですよ。おかげで、あなたと一日の最後に、こうして少しだけおしゃべりができるんだから。え？夢を見ているんじゃないかってなんでそんなこと言うんです？俺がこんなとこにいるはずがない？ああ、そうですね。実は俺も少し不思議な気分なんです。さっきから今日一日のことを思い出そうとしているのに、ちっとも思い出せない。気づいたら外の廊下を歩いていたんです。そしたら見覚えのある扉が見えて、それでつい入ってきてしまった。でもちゃんとここにあなたがいた。やれやれ。うちの末っ子は相変わらずの寝相だな。こいつのいびき、うるさくないですか？え？もう慣れた？それはご愁傷様です。ま、ベッドが大きいのが救いかな。どうしても邪魔だったら、その辺の床に転がしておいてください。どうせちっとやそっとじゃ起きたりしませんから。なんてね。知ってます。あなたがそんな意地悪をする人じゃないって。でも、こんなにうるさくちゃよく眠れないでしょ。今だけでもこいつ、どこかに置いてきましょうか？冗談ですよ。あなたがこのままでいいと言うなら、その寛大なお言葉に甘えて、ここに寝かせておきましょう。いい夜ですね。とても静かで、穏やかな夜だ。ああ、ほら、窓の外、見てください。城の明かりも消えているのに、ずいぶん明るいと思ったらすごい満月だ。大きくて赤い。なんだか怖いくらいですね。そういえば、新魔国に伝わる満月の言い伝え知ってますか？知らない？あは、やっぱり。ま、市井の女の子たちの好むたわいないおまじないの類です。赤い月が昇ったら、今一番会いたい人の名前を心の中で3回唱える。そうすれば夢の中で思う相手と会えるから。そういうおまじないです。簡単でしょ？え？またそんなことを言う。違うよ。別にモテるとか、そんなの関係ない。使用人の少女たちは、町娘や下級貴族の子が多いし、この血明城の中じゃ、俺あたりがちょうど庶民的で話しかけやすいんです。ただそれだけですよ。本当ですって。またそうやってすねる。モテない歴イコール年齢？何言ってるんですか。あなたはとても魅力的だし、みんなあなたのことが大好きなんです。ボルフラムを見てたってわかるでしょ？あなたに悪い虫がつかないように追い払うのに必死じゃないですか。ま、
ギュンターのあれはどう過ぎてますけどね。グエンもいつも心配しているんですよ。どこにいてもあなたが自覚なく無防備だから、ちゃんとガードしろってヨザックに命じてるでしょ。もちろん俺だって。いや、それはいいです。本当に、あなたこそ、どこへ行ってもモテてるって自覚をしてください。それにしても本当に、今夜はすごい月ですね。俺はね、女の子が無邪気に話す満月の言い伝えが結構好きですよ。なんだって、赤い月は戦場でも何度も見たから。野外で消耗戦にもつれ込んで、何度も夜を迎えて、あたりには、わずかに生き残った仲間の押し殺したような息遣いしかなく、生臭い血の匂いだけが漂ってる。そして、見上げるとあるんですよ。そこに、赤い月が。今考えてみると、そのうち何度かは目に入った血で視界が赤く染まっていただけなのかもしれない。それで月が赤く見えたのかも。でも、どっちにしろ苦い記憶です。赤い満月はずっと長いこと、俺の中では死の象徴だった。けれど、少女たちは幸せの予感をそこに見るんです。ああ、そんな顔しないでください。あの戦いを悔やまないと言ったら嘘になるけれど。でも、俺たちには今、あなたという王がいる。無益な戦いを避ける、まっすぐな心を持った魔王を迎えることができて、嬉しいんです。本当に。だから、困ったな。余計なことを言いました。もう忘れてください。今夜は、あなたが穏やかな眠りにつけるよう、こっそり見張りに来たつもりだったのに。これじゃ逆効果だ。ごめんね。さて、満月のおまじないは終わりましたか？え？いや、俺はいいです。今夜はわざわざ願う必要がなさそうだから。それより、あなたを寝かしつけないと。そうだな。子守歌でも歌います？なんて。冗談ですよ。冗談。俺が子守歌って柄でもないでしょ？ああ、でも、これは随分昔のことですが、一度だけ、小さな赤ちゃんのために歌ったことがあったかな。まあ、それは、厳密には子守歌じゃなかったけれど。え？違いますよ。何言ってるんですか。隠し子じゃありません。モルフでもないです。俺の大切な、命より大切な赤ちゃんです。歌詞の意味なんてまだわからないだろうに、ちっちゃい手で俺の指をぎゅっと握って、これ以上ないってくらいニコニコしてましたよ。とても可愛らしかった。え？その歌を歌えって？ダメですよ。ここじゃ歌えないんです。そう。複雑な大人の事情でね。申し訳ありません。まだ眠くならない？困りましたね。
お茶を入れてもいいけれど、それじゃ余計に目が冴えてしまう。本当は、ナイトキャップ代わりに、ホットミルクにブランデーを2、3滴垂らして。でも、禁酒主義でしたっけ？そうだな。あなたになら、ミルクに角砂糖を3つくらい溶かして、甘いのにして差し上げるんだけど、まさかこんな夜更けに、厨房係を叩き起こすわけにもいかないし。え？ダメですよ。肝心のあなたが眠らないのに、俺の方が先にお休みなさいじゃまずいでしょ？それに偶然、俺もちっとも眠くないんです。そう、気が合いますね。正直に言うと、せっかくこうやってそばにいるのに、うっかり眠ってしまって、あなたの顔が見えなくなるのは、ちょっと残念な気がするんですよ。眠くてたまらない人を一晩中寝かせないというのは得意なんですけどね。え？どうやってって、そりゃあ。耳元で、俺の特選ダジャレを囁き続けるとか。寒いですか？かわいそうに。そんなに寒いのなら、ほら、布団をたくさんかけましょう。え？重たくなってきた？じゃあ。おー！布団が吹っ飛んだ！で、あれ？え？白目向いてますけど、まさか、もう寝ちゃいました？あ、気がついた。え？気を失っていたって？なんで？どうして目をそらすんです？でもびっくりした。何の前触れもなく気絶するほど衝撃的なんて、俺の言葉のセンスもなかなか捨てたもんじゃないですね。実は最近、新魔国中央文学館から出版の打診が来てるんですよ。俺の温めてるネタを実用書にまとめて売り出さないかって。ただ、ほら、この企画書に書いてある暑い夏を涼しく過ごす言葉の最終兵器っていう煽り文句がちょっと謎で、謎じゃない。なんで？わかりました。とりあえず、出版計画は断念します。いえ、いいんです。真の芸術は、万人には受け入れられないものですし、俺はただ、あなただけが笑ってくれれば、それで満足ですから。やっぱり目が冴えちゃいましたね。特選ダジャレは失敗だったかな。あれ？ちょっといいですか？手。指先までこんなに冷えて、これじゃ眠れるわけがない。寒い季節でもないのに、氷みたいに冷たいですよ。まさか、魔術を使ったんじゃないでしょうね。え？俺のせいですか？いや、でもほら、俺は魔力を持たないし、ある意味魔力より強烈？どういう意味ですか？ほら、月がてっぺんから傾いてきた。このままだと時間ばっかり過ぎて、そのうち空が白み始めてしまう。はいはい。眠くないものはしょうがないですよね。でも、あなたを寝かしつけるのは、今夜の俺の最大ミッションですから。
そうだ。いいですか？俺の目をよーく見てください。あなたはだんだん眠くなる。眠くなる。眠くなる。ならないか。困ったな。やれやれ。小心者の睡魔はいよいよ本格的に行方不明になっちゃったみたいですね。魔王に恐れをなしたのかな。ええ。こうなったら、中庭で朝までキャッチボールでも、って、ダメ。そんなことをして野営の兵士にでも見つかったら、俺がギュンターやグエンに怒られますよ。さ、そろそろ本気で眠る覚悟を決めないと。地球なら、この辺りで牧場の柵を飛び越える羊の数でも数えるところなんだろうけど、あいにくこっちの羊は戦闘能力が高くて、就寝準備には適さないから。そうだな。新魔国流で行くなら、骨皮族や骨地族の体のパーツを順に数えていくバージョンがあるけれど、わかってます。サイエンスの宿題みたいで余計眠れなくなっちゃうんですよね。じゃあ、筋肉寄りの脳みそにあまり負担をかけない話をしましょうか。ああ、もちろん、エッジの効いたダジャレは抜きで。どんな話がお好みですか？え？剣豪一筋80年。あ？アメリカ横断ロードムービー？ちょっと待った。それ、俺の話ですか？そんな、ハリウッド映画みたいな展開を期待されても何か違う気が。いや、魚人姫とのラブアフェアって、そっちも別にそういうフランス映画みたいなロマンチックな話じゃないんですけど。いや、公職一大男とか、誰が言ってるんですか？ヨザック？あの野郎。どこかで重大な誤解があるみたいですね。俺、そんなに不真面目でエキサイティングな男じゃないです。そんなの、あなたが一番よく知ってるでしょ？そうですよ。もう、これ以上ないってくらい一途なタイプなのに。で、どうしてそこで笑うんですか？ひどいな。え？俺もここで寝ろって？いや、さすがにそれはちょっと。まあ確かにスペースはあるけど、いいんですか？本当に。じゃ、お言葉に甘えて。よいしょっと。はあ。ああ、気持ちがいいな。これはボルフが熟睡するわけだ。ええ。もちろん俺の部屋のベッドだって悪くはないですよ。さすがにこっちの寝心地には負けるけど。でも、本当に変な感じなんです。俺は今だって、ほら、ちゃんと血明城にいるはずなのに。なんでだろう。随分とここに帰っていないような気がする。それに、ここが、変なんです。とても。この左腕が、なぜか自分のものじゃないような気がする。そして時々、すごく痛むんです。ファントムペインって知ってますか？失った手足が痛む幻覚です。戦場でよく兵士たちが襲われていた。俺はアメリカに渡った時初めてその言葉を知りました。現実には存在しないのに脳が勘違いして痛みを伝えてしまう。治しようがないんです。なんだか明け方に見る悲しい夢みたいだ。ありませんか？なぜか無性に悲しくて泣きながら目が覚めること。ああ、すみません。こんな話をしたら
眠るのが嫌になっちゃいますね。これじゃまるで、俺があなたを寝かせたくないみたいだ。珍しいな。こんな真夜中に縁起悪鳥が飛んでいきますよ。あっちは新大病の方角か。裏山に巣でも作っているのかな。そうそう。前に話したことがあったかもしれないけど、あの鳥の正式名称は極楽鳥といって、吉兆の前触れとされているんです。夜に鳴く鳥は普通、死者の魂を運ぶというけれど、極楽鳥に運ばれる魂だけは、神王の祝福を受けて、死の淵から蘇るらしい。ね。ちょっと面白いでしょ。俺も唐突に思い出したんです。やっぱり、今夜は不思議ですね。さっき、この部屋に入るとき、ちょうどこのことを思い出して、あなたに伝えないとと考えていたんです。俺はね、あなたの知らないところで、勝手に死んだりはしない。絶対。縁起悪鳥の背中にしがみついてでも、神王陛下に直談判して蘇るから。だから、心配しないでください。なんで急にこんなこと言うのかって？わからないです。でもなぜだろう。今言っておかないと、と思って。またそんな顔をさせちゃいましたね。大丈夫。目をつむったからっていなくなったりしません。俺は。あなたが眠るまで、こうしてずっとそばにいますよ。だから、今夜はゆっくりお休み。I ready for night night. いい子ですね。おやすみなさい。いい夢を。